前回の動画では、手直しや全数検査が見積価格にもたらす影響について見てきましたが、今回は部品の一体化及び異形材の使用の効果について見ていきたいと思います。今、部品 A と部品 B を組み合わせて部品 C となるとします。また、部品 A、B それぞれの製造費用は真ん中の表のようとします。また、部品 A と B を組み合わせて部品 C を生産する際、人件費が50円必要とします。すると結局、部品 C の製造費用は110たす140たす50で300円となります。今、例えば熱間鍛造などの技術で部品を一体化できたとします。この時の製造費用は真ん中の表のようだったとします。部品 A と B それぞれの場合に比べて人件費と機械の使用量は高くなりましたが、組み立て工程を行う必要がなくなり、従来の組み立て費用50円が丸々なくなります。その結果、製造費用は従来の300円から230円と70円低減することができました。実際の事例を見てみましょう。事例の部品は内部にガスや水などの流体が通るものですが、鍛造化により以下のようなメリットが考えられます。まず、組み立て作業の省略。複数部品を工具を使って組み立てる作業がなくなります。次に、漏れ検査の省略。今までは部品の継ぎ目部分から漏れがないかの検査が必要だったかもしれませんが、一体化によりそもそもの継ぎ目がなくなることで検査が不要になります。次に材料コストの低減。一体化により見た目からも随分スリムな形状になりました。その分材料代は安くなります。最後に管理コストの減少。部品点数が減ったので、いつまでに何を何個仕入れなければならないといった資材関連業務の手間も減ります。最後に異形材の使用についてです。アルミの切削加工にて図のような工程で生産しているとします。角材を購入した後に切断し、マシニングセンターによって外形加工と穴あけ加工を実施していたとします。また、この時の各工程の製造費用は以下表のようであり、合計の製造費用は600円だったとします。異形材を使用すると、大まかな形状をあらかじめ製作できるので、後工程の製作加工が少なくて済みます。この場合、外形加工の必要がなくなったとします。この時の各工程の製造費用は表のようだとします。合計の製造費用は100円であり、外形加工の分の500円がなくなった分が安くなりました。このように、異形材を使用していない時は600円だった製造費用が、異形材の使用により500円安くなり、100円まで低く抑えることができました。最後に注意点です。鍛造にしても異形材にしても金型が必要となります。金型を購入するためには初期費用が必要です。初期費用に見合うだけの生産量があるかどうかというのがポイントです。先ほどの例で、例えば金型代が30万円とします。経済化することで製品1個あたりの原価は500円安くなるので、30万円割る500円で600個以上生産した場合に金型費用を回収できるということになります。会社ごとの判断によりますが、例えば年間生産数が7200個であれば、1ヶ月で金型代が回収できるので、異形材化することが多いでしょう。一方、年間に60個しか受注がない製品であるならば、金型回収の期間は10年となり、投資は難しいと判断される場合が多いでしょう。さて、全部で8回にわたり、個々の事象が見積価格に与える影響について具体的に見てきました。見積もり方法は業界や会社によって大きく異なることも多いと思いますが、ここでは基本的な考え方について見てきました。いろいろなことを言ってきましたが、大事なのは実態をどのように金額化するかということです。何らかの活動を行うと人が動き、機械が動き、それに伴い費用が発生します。それをどのように論理的に表現するのかというのが見積もり業務では大事なことになります。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄では
この動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も製造業で役立つ情報をアップしていきますので、よろしくお願いします。